誰ですか？私よ。マリサ。なんだ霊夢か。びっくりしたぜ。今日は人知を超えた怖すぎる心霊写真11選第6幕よ。それは前回、オーストラリアに旅行中の女性に母子の霊が思い切り映っていたやつじゃないか。もうあんな怖いのはないだろうな。今日は前回の怖さ 1.5 倍でお送りするわ。それはヤバそうなんだぜ。お手柔らかに頼むんだぜ。クスクス。それでは今日も最後まで、ゆっくりしていってね。最初の写真はこれよ。男女の友人たちとドライブに行った時に後部座席から撮ったものなの。ああ、このメガネのお兄さんの車なのか。なかなかレトロな感じがイケてるんだぜ。これは車が走行中の場面なんだけど、この中にありえないものが映り込んでいるの。そうだな。特に車内に変わったところは見つからないんだがな。これは車内ではなく、窓の外に注目してほしいの。右側の窓をよく見てみて。右の窓か。あれ？男性のすぐ脇に何か手のようなものがあるよな。そこなの。拡大してみるわ。これはやばいな。まるで男性に手を伸ばしているかのようじゃないか。走行中ということは屋根に誰かいたってことは考えられないよな。そうなの。これは、この中古の自動車についている霊で、以前亡くなった持ち主ではないかというの。以前亡くなったって、この車でか。丸棒事故じゃないか。なんてことだ。でも中古車って丸棒事故起きたものは市場にはさすがに回っていかないんじゃないのか？日本の中古車販売に詳しい人によると、中古車というのは、以前の持ち主がどんな人で、どんな乗り方をしていたのかということがわかりません。らしいの。というのも、アパートやマンションなどであれば、事件や事丸などがあった物件は事故物件として表示をする義務があるけど、中古車にはそのような表示義務はないそうなの。実際には事丸のあった車など、ボディへのダメージが少ない車は、市場に出回ってしまっているというわ。そんな、それじゃあわからないで乗ってしまってる可能性もあるってのか。この投稿者もそうでしょうね。専門家はこの例は、無差別に人を攻撃する例で、このままでは危険らしいわ。それはやばいな。なんとか対策を講じてほしいんだぜ。次はこの写真よ。これはバイク仲間同士で撮影したもので、場所はレース場らしいの。ああ、この背後に見えるのがレース場なんだな。じゃあ今からレースに誰か出るというわけか。そうなの。それでこの写真は一見してわかる通り異変が起きているの。確かにすぐにわかっちまったんだぜ。どこ？これは右側でグーポーズをしている男性の塔が消えてしまっているよな。そうなの。その部分を拡大してみるわ。これは、確か前回もあったが、頭部分がスパッと切れてしまってるんだぜ。専門家はこれはかなり衝撃的と言った上で立ちの悪い性質のものであるというの。やはりそうなのか。確か消えている部分が危ないという警告だったよな。そうなの。投稿者によるとこの男性はこの後のバイクレースで頭部に重い怪我を負ってしまったそうなの。なんだって、そんなすぐに危機が迫っているというのか。お兄さんになんとかそれを伝えてほしいんだぜ。それは無理ね。東京リベンジャーズじゃないんだから、タイムリープして教えることなんてできないわ。そうか。男性の回復を祈るんだぜ。それにしても、こんな衝撃的な写真が、私もいつか撮れてしまったらどうしようと不安に感じずにはいられないんだぜ。次はこの写真よ。これは投稿者がバスに乗った時にバス内で撮った写真なの。普通の路線バスじゃないか。一般客も写ってるが、こんなところでなんで写真なんて。きっと新しいカメラで何でも撮りたかったんじゃない？でもこんな写真は撮るべきではなかったわね。撮るべきじゃないって？一体何が写ってるというんだ。これは左側の窓に注目してほしいの。この左端に座っている女性の上あたりよ。ああ、何やら白いもやっとしているものがあるじゃないか。そうなの。そこを拡大してみるわ。女性のような白い顔がバス内を覗いているんだぜ。これは一体、実は投稿者が言うにはちょうど墓地の前を通り過ぎるところだったらしいの。それは油断したな。このチャンネルでも紹介されたもので墓地で撮影して失敗したという人がたくさんいたんだぜ。そうね。専門家もこの世との接触を持ちたい霊は機会を逃さず抜け目なく映り込んでくるというの。誰かの写真にあえて映り込んでくるわけか。それは立ちが悪いな。まあただの乗客ならこの場所を通り過ぎてしまうから、なんともないんだけど、投稿者は写真をすぐに処分した方が良いそうよ。写真に入り込んで影響を与えるということか。やはり墓地には気をつけた方がいいんだぜ。次はこの写真よ。これは友人と某ファーストフード店に行った時のものらしいの。ああ、ハンバーガー頬張ってるな。友人のおいおい何撮ってんだよって声が聞こえてきそうなんだぜ。まあ食事中だからね。よほど仲良い友人なのかもね。それでこんな場所でも恐ろしいものが映り込んでしまったの。言い方怖いな。どこだろうか。これは右上にあるパネルに注目してほしいの。ああ、ここにパネルあるな。何やら白いものが見えるんだぜ。そこを拡大してみるわ。
なんだろうか。猫のようにも見えるな。そうなの。これは生前恨みを持ちながら亡くなった霊がこの男性に取り付いてしまっているそうよ。猫の霊がか。逆丸的なことをしてしまったんだろうか。もしかしたらそうかもしれないわ。恨みを持つくらいだから飼い猫とかではないわね。私弱い者をいじめる人嫌いなんだぜ。いっそ猫の霊にやられてしまえばいいんだぜ。マリサ気持ちはわかるけど、それは言い過ぎよ。この写真を機に反省できるといいけどね。これは昭和57年に埼玉県熊谷市の N さんが自分が所有する山林で撮ったものらしいの。自分で山林を所有しているってすごいな。山を一つ持っているなんてソロキャンプしまくりじゃないか。なぜにゆるキャン？マリサ最近のアニメ知ってるわよね。アニメ好きなの？アニメはいける口なんだぜ。昭和のアニメから最新のものまで見るんだぜ。今ハマってるのは、キテレツ大百科と推しの子だな。もう時代がめちゃくちゃじゃない。まあいいわ。それでこの写真を見て投稿者は怯えたらしいの。この写真って、このカビみたいなやつが目に入りすぎて、周りに目がいかないのだが。そうまさにこれなの。カビ状のものがあるわよね。これは何だと思う？カビじゃないとすると、なんだろうか。よく見ると気味悪いよな。気色悪いというか。あまり悪く言わない方がいいわよ。これは疫病で亡くなった人と、自丸で亡くなった人の因縁霊だというの。なんでもここは昔火葬場だったらしくて、専門家によると先祖の悪霊が子孫に報いる類の霊らしいの。火葬場、先祖の悪霊。この山林でどんな残酷なことがあったんだ。怖いんだぜ。そうだからこの場所をよく供養しないと、霊障やたたりが起きかねないらしいの。そんな恐ろしい場所なんだな。もう山林持ちたいとか言わないんだぜ。次はこの写真よ。これは投稿者が弟と喫茶店を訪れた時に撮ったものらしいの。ああこれが弟なのか。おい仕事どうだよとか話してるんだろうな。何それ兄弟あるあるなの？まあ兄弟といえど話題は自然と仕事になりがちよね。そうだと思うぜ。それでいや最悪な上司がいてよ。もうあいつの下では働きたくねえな。そしたら後ろからちょっとあんたお世話になってる上司の方を悪く言うもんじゃないわよ。って母親が肩を掴んでいるわけだよな。何一人舞台みたいなことして。大体母親なんてどこにいるの？いやいるだろ。だって弟の左肩をがっちり掴む手があるじゃないか。この時に彼の後ろには誰もいなかったの。そこを拡大してみるわ。これが霊だというのか。こんなにはっきりとしかも女性の手だよな。そうなの。なんでもこの手は二人につく守護霊の存在らしいわよ。守護霊が現れているのか。でもまたなんでこんなタイミングで。それはこの弟がもともと胃腸が弱いのに、このところストレスで、暴飲暴食が過ぎるのを、注意する目的で現れたらしいの。そうか。それはありがたいけどな。いつも思うんだがこんな怖い現れ方じゃない方法はないのだろうか。次はこの写真よ。これは東京杉並区に住む男性が先祖のお墓参りに行った時に撮ったものなの。そうなのか。先ほどお墓で撮影しちゃいけないって言っていたばかりじゃないか。まあそうなんだけどね。この時は必要があって撮影したそうよ。それでこの写真を眺めていたら、写してはいけないような気がするものが撮れてしまっていたの。そうか。だからお墓はダメだってのに。どこだろうな。背景が暗いから難しいんだぜ。これはお墓のすぐ左側の背景に注目してほしいの。ここを少し拡大してみるわ。何か顔のように見えるじゃないか。こちらを見ているようにも思えるんだぜ。そうなの。これは大正時代の車夫の霊らしいわ。車夫ってなんだ？こんな感じで人力車を動かしていた人ね。ああなるほどな。それでなんでまた車夫の霊がお墓にいたんだろうか。墓地周辺を徘徊していた時にたまたま映り込んでしまったらしいの。この車夫の霊には特に悪意はなく問題ないそうなんだけど、霊能者が言うにはこの土地はマイナスエネルギーが強く、ここへの立ち入りはできるだけしない方が身のためだそうよ。そうか。じゃあ写真を見せてよかったな。投稿者が注意できるものな。車夫の霊グッジョブなんだぜ。いやマリサ、ノリ軽すぎでしょ。次は手加減なしよ。ひえー、嘘なんだぜ。次はこの写真よ。修学旅行で山の中のロッジに宿泊した時のものなの。この男女性とか、ジャージがいかにも中学生って感じだよな。そうなの。なかなか雰囲気あるでしょ。使われていない暖炉周りで撮ったんだけど、ここに恐ろしいものが映っていることに一緒に映っていた女子生徒が気づいたらしいの。どこだろうか。あれ？なんか右後ろのガラス窓のような場所に誰かいないか。そうなの。そこを拡大してみるわ。うわわ。女性が思い切り顔半分を覗かせているんだぜ。顔色に正気がないというか。そうこれはこの世のものではないの。このロッジを改装する前に山小屋で亡くなった人の霊らしいわ。なんでもここのロッジでその姿がしばしば目撃されているというの。山の中だけにもうここに泊まるしかない状況でこんな姿が見えてしまったらたまらないんだぜ。
まるでゲームを途切りそうのような事態じゃないか。その例える？随分懐かしいゲーム出してきたわね。自爆霊はこの場所を訪れたお客たちの仲間に入りたがってるそうなの。仲間にか。ちょっとそれは無理な相談なんだぜ。生と死の一線の壁はちょっと越えられないからな。いいじゃないちょっとお友達になるくらい。いやその一線は越えたらやばい気がするんだぜ。次はこの写真よ。結婚披露宴の出の一枚ね。ああこのシーン知ってるぜ。披露宴の再入場の時に行われる各テーブルを回るやつだよな。キャンドルリレーと呼ぶらしいわ。これで各テーブルの客人たちを近くでもてなすわけね。ああ私もいつかこんなシーンをする時が来るのかもな。でもこんな強い火は嫌なんだぜ。強い火って？いや新郎新婦が持ってる火だぜ。こんな火力強かったら事故が起きそうだよな。そうよね。実は問題の場所はそこなの。ここを拡大してみるわ。なんだぜこの形は。まるで人間の手みたいじゃないか。そうなの。自然に起きる形ではないわ。これは二人の先祖霊かもしくは生き量らしいの。どっちだぜ。だいぶ違うんだが。生き量だったら相当恨まれてるよな。だってこんな写真写ってたら絶対縁起悪い、幸先不安とか思っちゃうんだぜ。そうまさに霊の狙いはそこなの。二人の結婚をよく思ってない霊の仕業ね。そうか。なんだかこの手がやめておけみたいな怨念の強さを表している気がして怖いんだぜ。そうかもしれないわ。マリサも自分の結婚式ではこんな日にならないといいけどね。不吉なこと言うなだぜ。ハッピーウェディングのイメージ崩すなだぜ。次はこの写真よ。久しぶりに会う友人宅で友人を撮ったものらしいの。ダンディーな友人じゃないか。ちょっと写真が傷んでいるのが気になるがな。少し前の写真だからね。それでそんな友人宅にありえないものが写ってるのマリサ気づいた？いやこれはまだ見つけられてないんだぜ。窓の外を見てみて。窓左上あたりに何か見えない？このあたりか。なんか白い顔のようなものが見える気がするんだぜ。そうなのそこよ。拡大してみるわ。よく見るとこの部分が目のようになっていて、顔らしきものがあるのがわかるんだぜ。そうなの。実はこの部屋のすぐ前が川になっているんだけど、大昔、ここは大雨の度に洪水になって、中にはマルシャが出たこともよくあったらしいの。専門家はこの霊体の顔が原型をとどめていないことから、随分昔の霊だと特定していたわ。そうか。洪水で昔流されてしまった霊ってことか。でもさ、洪水で流されて亡くなった人って、もしかしてたくさんいるんじゃないのか？そうね。この辺りで写真に写ってしまいそうな霊はきっと他にもいるでしょうね。ひえー、こんな場所で絶対撮りたくないんだぜ。最後は恐怖映像よ。これはタイの映像なの。SNS に投稿されたもので、色々な国で紹介されているから、大丈夫なやつよ。霊夢なんでそんなに大丈夫か意識するような発言をするんだぜ。まるで何かに怯えているかのようだぜ。赤番の霊ね。なんだそれは。ってそこは突っ込まんぜ。なんか事情がありそうだからな。それでこれは本当の心霊映像なんじゃないかと世界中で有名なものなの。友人宅でいわゆる宅飲みをしている男女が映ってるわ。ダンスしながらなのが外国って感じね。ああ外人さんが踊りながら飲むシーンよく映画とかで見るよな。そうなの。それでその隙間にそれは映っているの。よく見ないとわからないので、注意深く見ることをお勧めするわ。それでは流してみるよ。ちょっと何が怖いかわからないくらい陽気に男女が踊っていたな。というかカラオケを自宅でやるなんてさすが外国なんだぜ。そうね。実はこの時、お酒を買い足すために一人で買い物に出かけた男性がいたの。彼はそこで通り魔に遭い、命を落としてしまったそうよ。なんてことだ。こんなに楽しそうにしている中、一人外で命を落とすなんてな。彼が顔をうだされ、丸だらけになって倒れた時が、時間にして、ちょうどこの時間だったということが後でわかるわ。おいおいそんなことが。もしやその彼と関わるものが映ってるのか？そうなの。これは左隅のドアあたりに注目してほしいの。
それではもう一度その部分を流すわ。顔が真っ赤に腫れ上がっている男性の顔があるじゃないか。なんて恐ろしい姿なんだ。亡くなる前に生き量を飛ばしたのではという人もいるの。なるほどな、最後に助けを求めたためか。ちょっとこの姿が痛々しすぎるんだぜ。もう閉じてくれマリサが叫んだところで、今日はここまでよ。どうだったマリサ？いやちょっと最後の映像が衝撃的だったんだぜ。海外の映像は何とも言えない不気味さがあるよな。そうでしょ。たまらないわよね。これからもどんどん恐ろしいものが見つけて、マリサをもっともっと泣き叫ばせてみせるわ。おいおい、どこにやりがい感じているんだぜ。とにかくお手柔らかにお願いするんだぜ。クスクス。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。